もし今、あなたが新しい環境に馴染めず、苦しんでいたら、人間関係に疲れ果てて、心が折れそうになっていたら、誰にも理解されず、孤独を感じていたら、どうか、最後まで聞いてください。この動画では、雅子様の経験から学ぶ、逆境を乗り越える3つのマインドセットと、明日からできる、具体的な実践法をお伝えします。外交官として、輝かしいキャリアを持ちながら、皇室という、全く異なる世界に飛び込み、15年もの間、適応障害と戦い続けた女性、人格を否定されたと、涙ながらに語った夜から、ついに皇后として公務を果たすまでの道のりには、私たちの人生にも通じる深い学びがあります。雅子様が教えてくれるのは、3つのマインドセットです。1つ目は、なるようになるという覚悟。2つ目は、善意に支えられているという感謝。3つ目は、ゆっくりでいいという許し。そして最終章では、明日からあなた自身も実践できる具体的な3つの方法をお伝えします。この動画であなたの心が少しでも軽くなりますように。第1章、華やかなキャリアから15年の暗闇へ。1993年、32歳の雅子さまは皇太子妃として皇室に入られました。ハーバード大学、東京大学、オックスフォード大学で学び、外交官として活躍していたエリート中のエリート。でも、皇室という世界は雅子さまが思い描いていた人生とはまるで違うものでした。自分のキャリアを活かせない、自由に発言できない、周囲から理解されない。そして2004年、当時皇太子様は会見でこう発言されました。雅子のキャリアや人格を否定するような動きがあった。この言葉は雅子様がどれほど深く傷ついていたかを物語っています。同じ年、雅子様は適応障害と診断されました。それから15年、長い療養生活が始まったのです。あなたへの問いかけ。もしかしたら、あなたも今、環境に馴染めないと感じていませんか？転職、引っ越し、定年後の生活、家族構成の変化、50、60、70代になるにつれ、人生の大きな転機が訪れることがあります。もう若くないから、適応できない、自分には無理かもしれない、そんな風に思ってしまうこともあるのではないでしょうか。でも、雅子様の物語は教えてくれます。どんなに長いトンネルでも必ず出口はあるのだと。第2章、なるようになるという覚悟。2013年、雅子様は50歳のお誕生日にこんな言葉を残されています。物事はなるようになるのではないかという感じがいたします。この言葉を聞いたとき、多くの人が驚きました。だって、15年もの間、苦しんできた方が、なるようになるなんて、諦めの言葉のように聞こえたからです。でも、違うんです。これは諦めではなく、覚悟なのです。雅子様は、自分ではコントロールできないことに必死に抗うのをやめて、今できることを精一杯やる。そして、結果は、なるようになると、天に委ねる。そんな境地に、たどり着かれたのです。自分ごと化。私たちは、つい完璧を目指してしまいます。こうしなければならない。こうあるべきだ。失敗したらどうしよう。でも、人生って思い通りにならないことの方が多い。特に60、70代になると体力も衰えるし、物覚えも悪くなる。そんな時、完璧を目指すと自分を追い詰めてしまうんです。雅子様のように、今できることを精一杯やって、あとはなるようになる。そう思えたら、どんなに心が軽くなるでしょうか。第3章、善意に支えられているという感謝。雅子様は、回復されてからこうもおっしゃっています。どれほど多くの方々の善意、支えられて自分があるのか、
ということを身に染みて感じました。15年間の療養生活、その間、雅子さまはたくさんの批判にさらされました。公務をサボっている、皇室に向いていない、税金の無駄遣いだ、心ないバッシングが雅子さまを追い詰めました。でも、その一方で、雅子さまを支える善意もあったんです。皇太子さま当時の献身的な支え、医師団の粘り強い治療、国民の中にも静かに応援する人たち、雅子さまは、その善意に気づいたからこそ、立ち上がることができたのです。あなたへの語りかけ。今、あなたの周りを見てください。もしかしたら、批判的な人や冷たい人もいるかもしれません。でも、その陰に隠れて、あなたを支えてくれる善意も必ずあるはずです。家族の何気ない優しさ、友人の励ましの言葉、近所の人の笑顔、そういう小さな善意に目を向けることができたら、人生はもっと温かくなります。雅子さまは15年かけてそれに気づかれたのです。第4章、ゆっくりでいいという許し。雅子さまの回復は決して劇的なものではありませんでした。良くなったり、悪くなったり、一歩進んで、二歩下がる、そんな日々の繰り返しでした。でも、雅子さまは焦らなかった。医師団も、皇太子さまも、焦らせなかった。ゆっくりでいい、少しずつでいい、そう自分に言い聞かせながら、一日一日を過ごされたのです。そして2019年、ついに皇后として即位されました。15年の時を経て、雅子さまは本当の意味で復活されたのです。自分ごとか。あなたも焦っていませんか？もっと早く回復しなきゃ、みんなに迷惑をかけている。早く元の自分に戻らなきゃ。でも、心の傷は骨折のようにすぐには治りません。ゆっくり、ゆっくりでいいんです。一歩進んで、二歩下がっても、それでいいんです。雅子さまは15年かかりました。あなたは、もっと早い、かもしれないし、もう少しかかる、かもしれない。でも、それでいいんです。大切なのは、自分を許すこと、ゆっくりでいいと、自分に言ってあげることです。第5章、雅子さまが今、伝えたいこと。今、皇后として公務を果たされている雅子さま、その姿は、穏やかで、凛としています。15年の苦しみは、決して無駄ではありませんでした。その経験があったからこそ、雅子さまは誰よりも、苦しんでいる人の気持ちが、わかる方になられたのです。雅子さまは、私たちに、こう語りかけているように思えます。どんなに苦しくても、必ず道は開ける。焦らなくていい。ゆっくりでいい。あなたは一人じゃない。たくさんの善意に支えられている。そして、物事は、なるようになる。第6章、明日から実践できる3つの方法。では、雅子さまから学んだことを、あなたの人生にどう生かせばいいのでしょうか？明日から、いえ、今夜から実践できる3つの方法をお伝えします。実践法1、なるようになるノート。寝る前にノートを開いて今日一日を振り返ります。そして、こう書いてください。今日、私ができたことを3つ。たとえ小さなことでもいいんです。朝、ちゃんと起きられた。ご飯を作った。友達とちょっと話した。それだけで十分です。そして最後に、こう書きます。今日もよく頑張った。明日のことは、なるようになる。これを毎晩続けることで、完璧じゃなくてもいい。という、心の余裕が生まれてきます。実践法に、善意探しゲーム。一日の中で、誰かの善意を3つ見つけてください。バスの運転手さんが、笑顔で挨拶してくれた。スーパーの店員さんが、丁寧に袋詰めしてくれた。夫がありがとうと言ってくれた。小さな善意でいいんです。それを心の中でメモして、夜に思い出してください。私は、こんなにたくさんの
善意に支えられているんだ。そう思えるだけで心がじんわり温かくなります。実践法3、ゆっくり呼吸の習慣。朝起きた時と夜寝る前に1分間だけゆっくり呼吸をしてください。4秒かけて鼻から息を吸い、7秒息を止めて、8秒かけて口から吐き出す。この478呼吸法を3回繰り返すだけでいいんです。そして、心の中でこう唱えます。ゆっくりでいい。焦らなくていい。今日も一日、ありがとう。これを続けることで、自分を許す心が育っていきます。終わりに、いかがでしたでしょうか。雅子さまは15年もの長い時間をかけてなるようになるという境地にたどり着かれました。その道のりは決して平坦ではありませんでした。でも、だからこそ雅子さまの言葉には深い重みがあるのです。今、あなたがどんな状況にあっても大丈夫です。焦らなくていい。ゆっくりでいい。今日できたことを認めて、周りの善意に感謝して、ゆっくり呼吸をする。それだけで、少しずつ、心は軽くなっていきます。物事は、なるようになる。雅子さまが教えてくれた、この言葉を胸に、明日もまた、歩いていきましょう。次回も引き続き、ほっこりする穏やかな動画をお届けします。いいねとチャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップ、日だまりメンバー、さんさん応援団も、よかったら覗いてみてください。様々な特典もご用意しています。詳しくはチャンネルトップのメンバーになるからご覧いただけます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。